いや以前ねこのビルトバック、アトラクションズの西崎さんに、ちょっとエンジニアの履き比べやりたい。ね、こう履き込んだ時にいろんなやっぱりここまであるんだぜ。エイジングの違いを俺は体感したいんだよ。お願いしたわけ。ということでですよ、今日またここにお伺いしたんですけども、でエンジニアの履き比べしたいって言った時にもうさ日本でだよアトラクションズしかないだろ。まあそうでしょうね。だってここまであんだよ。何これハイレベル間違い探しみたいなやつ段違いですね。増えてませんかこれ。まただってどんどん今企画してるわけですよね。この辺は今年の春夏のリミテッドなんで限定モデルとか定番モデルとか、すごいよ。だから皆さん多分これ見てる方っていうのはエンジニアっていうと一緒くたにエンジニアっていう言葉の中に全部入れてるかもしれないけどそうじゃないんだよ。いやこんなんですね。色違いとかそういう話でもないってことですよ。そうですね。要はサッカー選手って一つで見てるかもしれないですけど、サッカー選手いっぱいいるみたいな、そんなもんですね。わかりやすい。わかります。これディフェンダーだなとか、これやっぱりボランチじゃないみたいな。キーパーもいるわけ。そうですね。キーパーもいるね、しっていう。だからもうね、そらさんもどんなレザーアイテムデニムもそうじゃない。革ジャンって言ったってさいっぱいあるわけだよ。ダブルライダースとクマジャンの違いってさ、一目瞭然じゃないですかね。もう全然違いますね。これダブルライダースだけでやってるってことですよね。そうです。そうですね。そうですよ本当に。だから俺世界でもエンジニアをここまで出してるブランドって俺ビルドワックしかないと思ってる。逆になんで今までなかったんですかねっていうぐらい普通のことなんですけど。そうですか。普通ねえから人から出したら満足しちゃうんですよ。でもデニムブランドさんとかはこうデニムそれと同じような、あれかもしれないですね。なるほどね。そう聞くとそうですよね。なんか納得いきますよね。パターンもラストもソールも違ってカーもみたいな。501モデルとか505モデルとかを60ね、対戦とか66とかブーツカットだってあるしね。確かにそういう感じですよね。同じことをやってるという。本当そんな感じですよね。同じかこれ。これは同じなのか。なんでなんですかね。何も考えずにやってたらこうなっちゃいましたね。いやいやだから今もうエンジニアブーツに限らないですけども、でも特にエンジニアブーツに関してね履きたいっていう方は、ビルトバックのエンジニアを一回足を通してみたいっていう方むちゃくちゃ多いんですよ。ありがとうございます。そうなんですよ。なかなかね、だってここまであるんだから選べないでしょ。でもここまで追求してるんだったらちょっと履いてみたい気持ちありますね。あるでしょ。だから俺は西崎さんにもねお願いしたんですよ。俺もずっとエンジニア履いてますよ毎日。だけどいろいろ履き比べしたい、特に革質が違うもの、例えばクロームでなめしたもの、でベジタブルタンニンのものでどういうエイジングの変化が出るのかっていうのをねっていうのでお願いして並んでるのがこれだもん。いや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 つって違うねこれつって多すぎるねってそうっすね。いろいろありますもんね。いろいろあるね。いやすごい。これなんすかこれ。ちょっとおさらいの前にもねちょっと紹介して、これリミテッドですよね。リミテッド。これもアバンコルポっていう、昔からこう牛の部位をこう別々にするんじゃなくて、こう自然なシュリンクをして本当ショルダーまでこうつけたものをシュリンクさせた革っていうのがあって、本当それを使ってこのミットも、これバッファローベンズっていう牛のベンズじゃなくて、このベンズ分厚くないですか。倍ぐらいあるんですよ牛の。ですよね。でもちょっと軽量で馴染みもいいんで、今回これ使ったり、今年の秋冬に出るこういうインディゴのレザーとかにも使ってるんですけど、ちょっと変わったモデルに使ってます。そうですね。これバッファローベンズ。これバッファローベンズですね。すごっ。なかなかこっちでは見ないかもしれないですよ。ですよね。だってこんな分厚いのが
俺見たことない。そうですね。これだってダブルミットぐらいじゃないそうですね。ですか。でもダブルミットよりもやっぱ軽いんで、ですよね。もうミットに使うにはすごいいいと思います。うん。そうですね。まあこういうのがあったり。すげえ。でこれが結構有名なああ、そうですね。パイオニア、パイオニアザ・パイオニアですね。このヒールカウンターがなくて、まあエンジニア黎明期のモデル。そうですね。もう一体になっててインナーカウンターで、そうですね。バックルも鉄のこうキャストですね。うん。中鉄バックルって言って、それにこう焼き付け塗装をうちでやってるやつなんですけど、うん。まあこれを履き込むと、これはまあ今回履き込みのあれでやらないんであれなんですけど、こういう感じになる。うわかっこいい。まあ皮も小川さんと一緒に行ったグイディの、グイディ。はい、一緒にグイディって美味しいパスタ食べた。美味しいパスタをごちそうになりました。グイディの社長からね。そうですね。一緒にイタリアに行った思い出の皮の。ですね。うわーやっぱだからアトラクションズさんの特徴っていうのはブーツも含めて革ジャンもそうですけど、はい、革に対するこだわりっていうかね、あいろんな革をチャレンジするじゃないですか。そうですね。それがやっぱ楽しいなと思うんですよね。いやでも楽しいですよね。うん本当に。今回ねちょっと俺はモヒカンオガのレザーチャンネル、はい。初、はい。長期インプレッションイエーイということでですよ。はい。だからいろいろ吐き込んでこう途中経過を紹介して実際こうなりましたよっていうのを定期的にちょっと皆さんにね、おだからそれは今後購入する方の参考にもなるんじゃないかそうですね。確かとに。いう感じで今回選んでいただいたのが、はい。もう履き込みするんだったら対極にあるやつがいいなと思って、はい、一つはもう馬のヌメ革、これ馬のヌメ革です、もう一個はデューのステアのクロムこれは444 444で、こっちは269。 269、まあうちの3本柱の、うんまあここにこのザ・パイオニアが入って3本柱なんですけど、はいまあそれの対極にあるヌメ革の馬とはいデューのクロムって、これでおー確かに。履き込みを小川さんがやるとどうなるんだろうっていう。あ、なるほど。馬と牛。馬と牛、ベジとクロームっっていうてやつですね。いう、はい、で写真は写真でいい。どっちも茶の台に黒を乗せてます。うん、でこれを小川さんに言われて、小川さんのサイズを揃えるのに1年かかったんです。すいません本当に。いやいやいやすいませんこっちも無理ってすいません。だから1年後に揃った時に、うんああ揃ったね、小川さんまだこれどうかなと思って LINE をしたら、そうですよ、やり LINE 来ましょうたんですって言ってたのよ。ついに揃いましたっつって。で、いただき、本当だ、先月言われて揃いましたよじゃなくて、ええ本当1年1年越しなんですよ、これ。すごい。 1年越しなんです。時代まあ、うん。結構一番いい9のサイズなんで、なかなかそうですね。そうだから一番こう、ホットゾーンのサイズですもんね。もう一番9っていうのは。じゃあもうこれでインプレッションをはい1年ぐらいやるわけじゃないですか。もう1年だから定期的にやってきますよだ。から構想1年そうですね。そうですこれまでまた1年、まあ1書き込み年一年以上になるかわかんない。だから、はい例えばね、じゃあ、ビルトバックのエンジニア欲しいなと思ってる方、はい。この2つ今目の前にあるじゃないですか。選べます？分かんないですよって。これ分かんないんですよ。だからそれはね、今の光沢感はこっちの牛のクロームの方がありますね。そうですね。だけど履いた時にどうなるのかとか、まあ、あとラストもちょっと違うモデルなんで、そうです。ラストも違うんですよ。これ、もう違うんですか。うん。ラストこっちの方はちょっとつま先が丸くて、内こうってこう土踏まずがギュッと入ってこう振ってあるラストで、もうほんと 50s のエンジニアとかに多いようなザ・エンジニアみたいな。うんトラディショナルな。そうですね。でこっちはそれのもうちょっとあと50年代終わりから60年代かけたちょっとノーズが長いステスンがこうあるスタイリッシュなモデルなんで、なるほど。多少ラストも違ってパターンも多少違うんですよ。うんなるほど。坂本 D、はい。今さ、わかりませんね。笑ってたよね。何その細かいこと言ってんのっていう言ってたよね。 50年代に来てる。まあこれはもう50年代のエンジニアで、これはもうちょっと50年代レイト 50s みたいな。俺ね今70年代ぐらいかなって思ったらうんめっちゃ近いな。すいません50年代と50年代、レイト50年代だから。そうですね。レ
60年代以降があんまりわからないことで。すみません。めっちゃ近いなと思いました。だけどこれさ、こっから見てみて、こっから撮ってみて、形違うんだよ、つま先の形。つま先もちょっと違う。ほら、こっちの方が丸みを帯びてるの分かる？こっちの方がスタイリッシュで、片足ずつやるとこっちの方が振りが強いんですよね。この天狗の形もちょっと違って、ああ、そこ分かりやすいですね。でこれもこっちの方が振ってあるじゃないですか。で丸みがあって、でここの食い込みも若干違うんだよ。ほら、分かる？ギュインってこっちの方がシャープになってる。こっちのがちょっと緩やかなカーブを。マジ何言ってんすか。まあこう見るとちょっと違うのこれでわかるかもしれないですね。こっちの方が丸くて振ってあって、こっちの方がスッと伸びてる。わかりますか？ステスンがあるっていうのはそういうことじゃないですか。そうですね。ああ、そっちの長いのは、そうですね。まあだからこっちの方がちょっとスタイリッシュで、こっちの方はフィッティングが結構いい50円台のブーツっていう形ですね。まあ小川さんに履いてもらって実際新品の状態のフィッティングの感じも話してもらった方がちょっと。言っていいですか？視聴者マジでついてこれてるのかな。わかんないですけど。いや違うんだよ。これね、ついてこれたら面白いよっていう話です。だからついてこいよっていうそうですね。話なんですよ。ついてきてもらったら楽しく、すごく楽しくなる。まあエンジニアブーツのピリオドの向こう側って感じです。そう向こう側に行こうよって、ビヨンドなんだよ。本当そうです。そういうことで。すいません。僕にはまだ。ちょっとじゃあちょっと履いてみますかね。どっちから履いてみます？じゃあとりあえずじゃあこのクロム牛のクロムから。牛のクロム。はい。俺9なんですよ。ないんですね。結構艶っぽいですね。艶っぽいですね。でちょっとスタイリッシュ。シルキーガラスっていうバリッとしてないガラス、レザーなんですよ。あ、ガラスなんですね。だけどガラスってもうちょっともうエナメルみたいにペッカペカになる。厚くこう塗ってある。だけどそうじゃなくて若干マットなんだけどやっぱり艶感はあるっていう。もうこれはもう日本を代表する小寺さんってタンナーさんのレザーで、こういう感じ。ちょっとやっぱりさっきステスンがあるって言ったけどちょっと長い感じで、でもここでこう押さえてるから全然履き心地はバッチリなんですよ。ちょっと横回ってもらっていいですか？はい。確かに長い感じですしますよね。だからスタイリッシュだからさ、こっちがやっぱ好きな人も多いんですよ。こういろいろ持ってる方でこっちがやっぱ好きっていう人結構いますね。ですよね。だからどっちかっていうと女性との飲み会の時はきれいめの時はこれを履いてった方がいいんじゃねえかと。ちょっと綺麗ですもんね。ちょっと綺麗だからこれ確かにっていうね感じで、次は男友達との飲み会に行く時はこっちっていうのを履きます。これが444ですね。次がそうです。こっちが269でこっちがうちの一番人気の定番の。やっぱり男友達との飲み会感出ますね。出ますね。これはもう男友達ですね。やっぱりね、男友達との飲み会感出ますよね。全然違いますね。全然違いますよね。全然違います。何言ってるんですか？全然違いますね。これ出ますね。これも全然違いますね。よりワーク感が若干強くなる。そうかもしれないですね。っていう。上から見ると全然違うんですよ。もう全然違いますよね。そう全然違うんです。全然。なるほどね。だから履いた感じでも違いますよね。違います。全然ね、両方ぴったりなんだけど、若干フィッティングも変わるんですよ。やっぱりラスト違うからね。こっちの方がちょっとタイトでギュッと入りません？そうですね。フィッティング的には。この動画回らないかもしれないですね。なんでだよ。なんでだよ。すごいじゃない。いい？誰もついてきてないかもしれないですね。どっちかっていうと俺思ったわけ。これが港区。こっちは港区。台東区足立区。なるほど。そういう感じですね。そういう感じ。いい意味で。じゃあいい意味で。東京カレンダーとライトニングって感じ。そうですね。なるほど。そういう感じなんですね。東京カレンダーだったらこっちですよ。なるほど。東京カレンダーこっちだけど、やっぱりライトニングだったらこっちっていう。なるほど。わかりやすいですね。わかりやすい。ぴったりですね。感じですよね。
あれ西崎さん履いてるのはこれはまた違う。パイオニアなんで、あ、パイオニアか。そうですね。これだからどっちかというともう本当にみんな青山だよ。もう本当もうこれ青山。セントラル東京みたいな。セントラル東京入ってるねこれ。なるほど。これは。もしかしたらでも鎌倉とかかもしれない。しゃれてる。そうですね。しゃれてるな。鎌倉みたいな感じかもしれない。鎌倉っぽいですね。まあ歴史もあるし、だって古いから。ことそう、そうこと鎌倉。鎌倉、京都みたいな。だって1900何年代ぐらいですかこれベースになってるのは。ベースになってるのは40年代です。40年代。 40年代、50年代、50年代終わりみたいな感じなんですよね。狭い。なぜ60年代じゃないかって言ったら、60年代がわからないから。そう皆さんお分かりいただけましたでしょうか。これ面白いと思いますよ。やっぱりだからそういうような例えばさ男の子ってでもこういうさ人に分かんないこだわり好きじゃん。そうですね。だからこの2足を持ってたとして今日はデートだから、じゃあこっち履こう。今日はちょっと男友達と飲みだからこっち履こう。だからそういうような使い分け、あと格好もね、それによって変えてくるっていう。だけど50年代と50年代後半の格好の使い分け俺できないけどね。いやでもこれが新品だとよくわからないじゃないですか。履き込んだら全然違う、もう誰でもわかるぐらい全然違うものになるんで、それが多分今回面白いと思う。そうですよね。だからそのためにやってる企画だから。そうです。これが今日がスタート。そう今日がさ、だから見た目も本当にハイレベル間違い探しじゃないですか最初は。最初は。自分で言ってるじゃんよ。ね、なんだけどどんどん変わってくる。だからどんどん港区が研ぎ澄まされていく。確かにこっちがでどんどん足立区になってくる。足立区が悪いんじゃないんだよ。じゃなくてもっとカジュアルな感じにっていうか、もっとまた味が出てきて、よりなんて言うんだろう、俺らが知ってるエンジニアに近いっていう感じですかね。でこっちはもうほら鎌倉だから、そうですね。もうなんていうの、別のステージみたいな。でも本当そんな感じで最初考えてたんですよ。こっちはやっぱもうどんどん履き込んで、どんどん味も出て、なんていうんですかね、本当育てていくみたいなイメージで、こっちはそうじゃなくてやっぱりこう履き込んだけどどんどんエレガントになっていくみたいなので、これって最初やっぱり似てるモデルなんですけど、それで顔を当ててるんですよね。なるほど。はい。あながち間違ってなかった。いやもうまさにそうです。いやでも本当にこれね、多分ね動画だとそんなに映んないと思うんだけど、履いてると本当にラストの違いって分かるんですよ。全然違いますよね。見た目も違うし履き心地も全然違うんですね。だからそういうのを皆さんにぜひ体感してもらいたいなと思って。確かに。素人の僕が履いても分かりますか？分かりますよ。履いてみますか？いいですか？いいですよ。じゃあまずこっち履いてください。あれサイズどれぐらいですか？ないんでいきます。そんなに俺と変わんないからね。じゃあちょっと。これが269ですか？これ269の。どっちでしたっけ？港区。これ港区です。そっちでステアですね。牛のステア。牛のステアです。カレンダーと港区。そうちょっとすっきりしてる感じ。で逆をブーツジャック出しますか。で次これを履く。これが港区、こっちが北千住です。さっき浅草って言ってました台東区もしくは足立区だから浅草か北千住。ちょっとタイト。こっちの方がタイトですね。多分ジャストサイズが一番わかるんですよ。ちょっと大きいから。大きいです。だけど見た目も変わらない？雰囲気は違うのわかる？まあこっちの方がクラシックですよね。そうクラシック。俺いじめられてます今。吊るし上げてます。どんどん。いやでも正直言っていいですか？ちょっとまだ俺には早かったかもしれないですね。これでも履き込むとまた全然ラストの違いって分かってくる部分分ってあるんで。すいません、マジな感想を言ってしまいました。いやでもあとやっぱりすごいジャストサイズで履かないと分かんないかもしれないですね。なるほど。そう。いやいいんですよ。だからこれからねちょっとこれを定期的にぜひ履き込んで、
ね、ぜひちょっとこう西崎さんのアドバイスもいただきながらで、こうなったんですけどなんて言って、例えば時にはこちらで手入れもしていただきながら、ぜひお願いしまこのす。ビルトバッグのね看板商品2つをちょっと履き込んでいきたいと思うんでね、よろしくお願いします。ちょっと今後ともよろしくお願いします。いやもう楽しみにしてます。よろしくお願いいします。や楽しみです本当に。俺もだから西崎さんみたいに綺麗に手入れしてみようかなと思いました。ぜひやってみてください。楽しみですね。はい、楽しみです。本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、なんかぶしつけなお願いで。いえ、すいませんです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、今日の動画はこの辺でということで、またお会いしましょう。さようなら。筆下ろしです。こっちが渋なめしの馬側です、はい、こっちがクロームの牛側です、どんな履き込みこれいやとりあえずスタートはまあ同時スタートして、まあこれ終わったら今後はおかしくないこれ同じ日っていう。これどこで履き替えればいいんですかこれ。なんか家帰ったら履き替えればいいんじゃないですかね。そうなんですよ。やっぱりね、まだ今日だって初めてさっきいただいて下ろしたばっかだからピンシャフトも痛い。ちなみに今履いててやっぱ左右違うんですか、履き感じ。違うね。あ、全然違うんですか。だけど行き交う人は全く分かってないと思うよ。いやそうでしょうね。違うんですよ、こっちクロームの牛側なんだよって言ったところであいつ危ねえやついるっていうふうに思われるだけだよ。これからね1週間ずつ交互に履いてみようかなとなるほど。思います。最初どっちから履くんですか、ちなみに。最初は渋なめしから行きましょうかね。でも今週末俺韓国なんですよ。だから韓国でちょっと履いていこうかな。あ、いいですね。いろいろと自分でも撮れる範囲で。すごい完全なる YouTuber ですね。多分俺が誰だか分かってないどっかのお笑い芸人だと思ったんじゃないですか。なんでね、ちょっとこういろいろとこれから履き込みを頑張ってみようかなと思いますよ。チャンネル登録、高評価ボタンよろしく頼むぜ。せい